しゅうちゃんとしんじくんです。もうやってんの。お疲れ様です。今日はですね、普段僕らがプライベートでお世話になっている上野のラーメン屋さんに来ております。今日はですね、いつものハトシューコンビと、特別ゲストジラナミさんがよろしくお願いします。一緒に撮影することになってます。よろしくお願いします。この理由言った方がいいんですか。なんで今日出てくれたか。ここのラーメンが好きすぎるんです。それだけです。あ、ハトちゃんですか。あ、俺が。みんなが。ああ、それシンジさんから言った方がいいんじゃないですか。チラナギ関はよく来るんですか？はい、時々来させていただいてます。すごく美味しいです。どこで撮影しようかって言った時に真っ先に名前出ましたもんね。そうですね。ここしかないですもんね。じゃあ逆にここじゃないと来てくれてないです。俺がね。そんなことないですよ。何回目ぐらいですか。もういや20回ぐらいは来てる。わかんない。まあでもこの3人っていうのもまた久しぶりですよね。確かに。ラーメンだけじゃなくてもよく3人で飲みに行ったりしてたんで、それは C っす。コロナ前からもうそれ全部 P ですか。したね。おちょそれ今の P です。言わん方がいいです。なんで自分で爆弾投下したんですか。使わないで大丈夫です。いやいや渡辺さん使います。だって一番食べ物の中で一番食べてるの多分僕ラーメンだと思うんですよ。まあ確かにそうかもしれないです。本当コロナがあってなんか部屋ではいろいろ作れるんですけどラーメンってなかなか作れないじゃないですか。そうなった時に外食するってなったらやっぱラーメン行く機会が増えて、まああと何を置いてもここのラーメンは唯一無二なんで。合法だもん。合法か怪しいレベルです。合法でここまで美味しいラーメンはなかなかないですから。ちょっと早速いただきたいと思います。もうお腹もペコペコなんで。ちょっとよだれがもう。今日の限定はウニの2ボンゴレっていうウニのボンゴレバージョンのやつとクレイジークラブのちょっと関取がカニが好きなクレイジークラブのギュンってやつと牛ラーメン。ギュンってあと冷やしのホタテのこれもギュンって牛つながり。よろしくお願いします。嬉しい。もう心つかまれましたからね。牛。うまいさすがですね致死量つながらない。いやもう致死量みたいな。どうやって調べるんですか。知りますよ。ラーメンの致死量。だとしたら僕は超えてます。それというよりはバランスですよね本当に。濃いの好きな人、薄いの好きな人、全然楽しめる。だからホトちゃん顔一番でかいからちょうどよかったです。あ、同じぐらいになってる。同じぐらいにちょっと大きくしてみましょう。いやまた殴られるよ。いい匂いするな。今日が楽しみすぎて間違えて昨日昼も夜もラーメン食っちゃった。間違いすぎてます。僕ね、ラーメンありがとうございます。どこ行くの？よし。はい。ちょっとよし、いただきます。ちょっともう負けないです。いただきます。これが合法なのか。おお、すごい。すごいよ。
今いきなりハードパンチ食らってます。これが何ですか？これウニボンゴレです。ウニボンゴレはい、ウニとボンゴレを組み合わせ、煮干しとボンゴレを組み合わせたウニボンゴレ。他で見たことないです。どこにもないです。上野のこのラーメン屋さんに来ないと食べれないです。美味しい。ちょうどいい、3組のちょうどいい。脳天ぶち抜かれます。毎回恒例の美味しいものを食べるときは力士黙っちゃうんでしばしお待ちください。一人ずつ食べないんだ。我慢できないです。無理だ。いつもよりさらに濃い気がします。これはギュンですね。ギュンになります。ギュンになります。ギュン3連発です。心も体もね。東川さん、ちょっと食リポお願いします。ウニとこのボンゴレ風ですごいガーリックも効いてるんですけど、両方バランスが取れて、もうなんか右も左も強いボクサーみたいな。うまいっすね。もううまいのかもうなんかハードパンチャーすぎて今頭クラクラしてます。あ、それはうまいそれはってますじゃあなんか言ってくださいよ。じゃあ修二さん行きましょうか。このウニとボンゴレの相性、やっぱこう麺で食べパスタ感が出るかなって最初思ったんですけど、このしっかりラーメンとしてやっぱ成り立つこの味の出し方、これが僕はもう本当に尊敬してます白波関もうほとんど食べ終わりましたね。すごい汁を全部飲まないといけない。でその味が結構濃くてしっかりしてるのに食べやすいんですよね。なんかもう一口でも本当に日ごとに全然違う限定が出てくるんで、その食べに来たくなっちゃうんですよね。もうなんかお客を飽きさせない味もですけど、僕の大先輩がもう人としても飽きさせない最高な男です。鳩岡さんと店主さんとの関係は？僕の大学の相撲部の先輩なんですよ。今はだいぶスリムですけど、僕は知らなかったですね離れすぎて痛いですね。いくつぐらい離れてるんですか？13違います。それは分からないですね。一回りして12の。で、何よりもしゅうちゃんもその私有館っていう道場の先輩なんですよ。あ、そうなんですか。で、2人の先輩なんですよ。僕この間10回目ぐらいでやっと覚えてた毎回聞いとったよね。多分僕の毎回同じ会話をするんですそう毎回同じ会話してた。もう覚えたはい、次お願いします。白関はどうやってこのお店知ったんですか？僕は多分一番最初秀ノ海関に連れてきてもらって、
付き人やった時ぐらいですかねだと思います。そうなんですか。はい、そんぐらいの時に一番最初来させてもらってって感じですね。で、それから時々来てるっていう。そうですね。最近はもう鳩岡と一緒に来ることが多いですね。一人で行っちゃうと怒られちゃうっていう。なんで誘わないんだよ。いや、あとシンジからもだんだん予告が来る。そろそろあれ出るよなみたいな。あれ来るよな。あれ見た。時期的にあれだけですかね。でも面白いですよね。やっぱ限定も多いから、次何が出るんだろうとか、やっぱこういろいろ携帯でチェックして。そうですね。毎日こまめに上げてくれてるから。一番悔しいのは地方行ってる時に食べたいのが出た時にクソって思いますよね。帰ってきた。まんまと俺も戦略にはまってる。そういうことだ。マーケティング帰ったらすぐ行かなきゃいけない。そんなの全国民思ってますよ。うまそうだね、うまそうだな。俺の話も書いたらこの回許す限り一回全部食いたいですよね。でも本当に近所じゃなくてよかった。これそうクレイジーをギュンってしたスページクレイジー牛じゃなくてステージですね。ステージをさらにギュンってしてすごい。またこのいただきます。これが何ですか。ステージページ。ステージスページ。スペイジステージです。面の水通常メニューにはないやつです。でスペイジってどういう意味ですか。いただきますク。レイジークラブっていうのがあるんですけど、はいそれにその特製のスペシャルのタレがあって、そこをスペダレって言うんですけど、そのスペダレを合わせたやつがそのスページです。初めて。いやこれはやばいよ。こういうの好きなので、通常メニューに入れてほしい。通常にしたいぐらいです。すごいわ。すごいわマジで。これ美らの海スペシャルできたね。お願い入れてよかった。すごいなこれ。すごいですよね。なんか足痛くなりそうな感じです。それは痛風ってことですか。そういうことです。 3人とも痛風持ちですから。ちなみに私も痛風なんですよ。4人もいらないですいらない多いな。美味しいもの食べてる人はもうみんな痛風なんですよ。両サイズって何なん9ぐらいです。 9マックス。マックスいくつマックス10ぐらいです。そう13マックスうわーすごい62なんですよ。現役時代13やったやっぱコスタ出まくり歩けないですよ。でも金ちゃんは痛風はね、食べ物じゃないらしいね。ストレスやって。痛風はストレスやって。ああでもそれは重たいかもしれない。それもある。あと家これ本当にだいぶクレイジーだな。だいぶ牛だな。急やん牛っすかここれはやばい。れ。いろんな限定あるけど、基本のところをでかくしてほしい。すごい。あいらっしゃい。うますぎて全飲みしちゃったもん。こういう楽しみ方も実験ですよね。調味料というかいろんなだしベースをすいません。想像をはるかにプレスペ超えてる。想像を超えてきましたよこれは本当に。これ食いたいって言っちゃう。まい。醤油です。こっちやばい。だいぶぶっ刺さってる。ガムにしてほしいですね。
ガムにしてずっと噛んでる。そうそれは違うかも。ガムにしてほしい。ガムってこれ2丁？濃厚さがまとわりついてこのスープとこの麺一番合うんじゃないですか。どのぐらい合うんですか？僕とハトちゃんぐらい合います。嬉しいな、そう言ってくれるのがね。それは千鳥さんにそろそろ土下座した方がいい。そろそろ怒られるから。よう使ってるお相撲さんがいるらしい。逆に散らかしてる。人のネタで勝手に。一部界隈では人気らしいです。すごい情報。あるある。はい。食レポも難しいですよね。本当ここでしか食べれない味だから。他のなんか表現ができない。そう。素材の表現。だからやっぱ牛だから牛。牛やね。確かに。正解出してくるから。作ってる人が一番わかんない。作ってる人が牛って言うからね。それはもう牛。牛しかない。普通に食べてるけど俺ら3杯食べてし今日はご飯食べてきてから朝ごはんだけちょっと食べて力士が朝ごはん食べてるでも大丈夫、次のはもうデザートみたいなもんやからね。冷やしやけどデザートみたいな。ラーメンもあるんですか。ラーメンも冷やしはもううちで言うデザートってみんな言ってるからね。リセットされちゃう。そうそうそう。じゃあもう一緒いけそうで怖いんだよ限定考えるの大変じゃないそうです。それで通そうねいやいや今出てたから通常の原因や。メニュー考えすぎてみんなが言ってくれたらいいよね。これ食べたいって。あ忘れてるのよ、自分たちでやったやつを。あ、もういっぱいやってるから。そうそうそう。で、みんなお客さんにまたあれ食べたいんですって言ったら、あ、そんなことやってたねみたいな。でもそれを思い出して作れるわけですよね。どういうところからインスピレーションを受けてやってるんですか。他の飲食店も食べまく行きまくって、ラーメン屋じゃないところも和食屋さんとかね。和食屋とか。逆にこれパクれるやん。ではないね。もうそれじゃないともう無理。なんとなく食べて、あ、これラーメンに活かせるなとかって思うもんですか。そうです。それも一つの才能ですよね。そうそう。パクリの才能かもね。大事だろ。大事だろ。センス相まってのこの足なんで。イカ系の濃厚もかなり欲しいですよね。ホタルイカの濃厚みたいな。やってほしいです。ホタルイカね、めんどくさいやん。目ん玉取ったりさ。それからなんか干してあるやつあるじゃないですか。目玉取るときだけやっとってみて。逆に目ん玉取ったやつ持ってきてもらっていい。じゃあ僕食べに行きます。じゃ一番美味しいです。それお金払いに行くから。確かにそうなったら俺が一番美味しいわ。俺も食べるよ、俺も。食べてお金も。はい、お待たせ。お待たせいいですけど。通常のめっちゃ倍ぐらい入れてるから。やばいやばい。スペシャルバージョン。多めにニンニクかと思ったんですよ。ニンニクじゃないんですね。ホタテの。ホタテです。これは何ラーメンですか。冷やしホタテのホタテユッケ添えです。よし。
冷水、ホタテの冷水一番好きなの。デザートする強烈な時ちゃんとでもユッケがうまい。うまい。メニューあ気が出てました入れたんだよ麺もおやつおやつああすごい本当にあと冷やしのラーメンに初めて出会ったのがここだったんですよ。でラーメンはそうですね、あったかいのしか冷たいラーメンってなりますよね。そう何ってなるじゃないですか。なりますね。なりますねってそうだね。私も冷やしラーメンであんまり与えってないんですよ。みんなそそられないですよね。冷やしやっぱあったかく食べたいものですからね。いやチャレンジはするんですけど、いいなってなかなか思うところないんですよね。ここです。わかりました。間違いないです。でも早く来ないと変わっちゃいますからね。うますぎる。マグロ漬け添えとかもあるし、冷やしその時のよくじゃあチュラブキちょっと食レポお願いします。食レポはい。これはですね、冷やしラーメン界の源ですね。源です。ちょっと何も出てこなかった。なんか言おうと思ったけど何も出てこない。でも正解だと思う。いや難しいですよ、だから本当にその表現がそのもうこういう味でとか本当もうここで食べてもらうしか表現できないと思う。すいません、フォローだし。本当にもう旨味のもう頂点です。みんな滑り続けようとしてる。いやでも本当に冷やしって難しいですよね。なんか味ぼけたり薄かったりとか、なんかただなんか冷やせばいいわけじゃないんで。タコだけ作る方の店にしよう。そうそう。冷やした時にちゃんと味が出てキリッとして麺をすすって美味しいラーメンになってるかって相当難しいですね。僕もチャレンジしてる。この完成度やっぱここしかないです。一つ一つの素材をやっぱ分かりきってこの味が出せると思うんで、この吹き出し方がすごいですよ。一つ一つの鯛にしろ、いろんな出汁でこうやって混ぜて、ここでしか食べれないんじゃないですか。 YouTube やりすぎて食べながら喋るの上手になる。それは食うのに集中して何も出てこない。うまいな。はい。やってくれてて。もうほぼほぼ出てもらってます。候補みたいになってますね。渋谷候補。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。確かに食レポはむずいよこれ。難しいと思うね。出てこないもんね。マジで牛しか出てこないし。味が強くてもね私、美味しいしか。美味しいしか出てこない。表現が表現ってさ、ね、やっぱ芸能人の人たちすごいよね。すごい食レポする人たちは。すごいよ、やっぱり。ここの味もすごいからっていうか、他のお店だったらこういう感じで美味しいですっていう他の例えができるんですけど、ここってでも本当ここでしか出せない味があるんで、伝わらない。ようがない。なんか伝えに伝え、価格で比べられる。だから今、逆に今。うまく混ざるからだから他にない味を食べたければここに来てください。そのラーメンの考え方、食べ方変わりますよ。食べ方。食べ方は一緒だ。どんどんおかしくなる。でもそんくらい価値観変わっちゃったんですよ。もうちょっとそこツッコミ強く欲しかった。それも難しい。なんか箸で食べるだけやるとか。一緒じゃないで終わっちゃう。もう今全力でラーメン楽しんじゃってる。脳がね。
ですもう脳が侵されちゃってるんですよ。私も食べさせてもらったんですけど、かなり普通の人にとっては濃いですよね。限定となると余計にね、塩分濃度もだいぶ高めなんですかね。普通に美味しいじゃなくて脳に直接訴えかける脳伝達の腹減った時に食いたいってなるような振り切ってるって振り切れないでもそれがまた食べたいってやっぱなりますもんね。本当に薄味が好きな人は来ない方がいいですでもうまみ爆発なの食いたいんだったら来た方がいいです。わかります。ジャンキーでまあ限定だけじゃないですからね。でも冷やしとあったかいのと麺の使い分けとかもしてますし、そういうラーメン屋さんもまた珍しいですね。知らない YouTube はもうずっと飯について語る回ですよ。他の相撲のこととかなんか会話しないのかずっといや多分自然とご飯にしか多分頭がいってない。まあ確かに今は脳に訴えかけられてるもう他が喋れない。なんなら地方にいる時の方がチェックしてますよ。いや確かにまあほぼ毎日やっぱこっちの人いつでも食べれるというあれがあるけんかも。いやこっちにいる時も2、3日1回は見てる。まだまだ2、3日1回なので、まだまだ。毎日ねそうそう。その3時間毎日見るからね。一番上に来るようにはしてる。いやもう脳を侵されてるんですよ、毎日。でもあんまり言いたくないです。先輩にしめしめって顔される。これ、こっち来てまたこっち来て。今日はもうこれでいいと？はい。足りた？玉もらってまだ食べる？何がいい？何でもがいい？冷たいのあったかいの？あったかいの今日のあったかいのちょっと SP は？牛のね。SP もあねれと普通のどっちがいい？普通のあ、僕もじゃあ。同じやつでいい？はい。とか言って僕一口もらってじゃあ2杯でいいと？はい。普通ソース。しゅうちゃんキャパがもうこれちょっと混ぜたさ混ぜたらうまい。やばいですね。これがやばい。俺大ヒットしてる。どれが好きなの？やっぱリクエストさせてもらったこのスペースが。スページまたやばいですね。中国製半端ないの？こういうのが好きな人はね。やっぱこれやばいですよ。濃厚かけるの非常にちょっとやばい。語彙力がアホになってくんだよ。ここでラーメン食って帰るときアホになる。本当になんかハードパンチャーすぎてなんか他のこと考えれないです多分みんな同じようなことばっかり言ってるんですけど多分ずっと同じこと言ってる。教科書に載ってないんですよ、ラーメンとしても。確かにもう全部覆してくるうまさなんで。鳩岡さんは何系のラーメンが好きなんですか？いやもう何系とかないんですよ。ないですか？本当に美味しいものが好きなんで。でもここはさっきも言った通り日替わりで毎日のように違うものが出てくるんで好奇心もくすぐられますしいろんな角度がありすぎて追いついていけないんですよね脳が。修二さんは何系のラーメンが好きですか？何系か。僕も何系はないですね。でもないっすね。こちらの名席は何系のラーメンが好きですか？僕は煮干しっすね。じゃあここの煮干し大好きです。僕はもう煮干しですね。煮干し一択。出てきます。そうそう、新さんから加藤どうせ一人。混ぜます。合成って白関前は家系が好きって言ってたんですけど、あ、家系も好きです。
いやもう選べないですよね。だからあと靖国神社の書道でラーメンって書いてあってるのがそうですね、ラーメン全体は好き。あとその中でも煮干しとかが好きですかね。煮干しはちゃんと牛使って最後に牛食べたのすごいですね。牛だ牛って締めていったんですいや本当は他のお店とまた違うんでちゃんとお肉に近い油のとこ使ってるの和牛の味みたいにしますね牛脂とかのただ油を使ってる油だけですそうなんですよね。このスープを残してるのはその楽しみ方があるから残してたんで、先にお腹いっぱいになっちゃったんで。煮干しって言ってもなんていうかセメント系って言われる灰色のやつと、あとチンタンの綺麗なやつとありますけど、どっちが好きなんですか？セメント系ですねセメント系。で白関はどうですか？はいセメント系です。セメント系。なるほど。セメント系は難しいですけど、好みがそうですね。好むと気分も、気分あと結構えぐみが出ちゃうところもありますよね。でもそれが好きな人もいるし、あ難しいと好みですよね。でもそのえぐみをどれだけなんですかね出さないってわけじゃないですけど良さにするかうまみに変えれるかそういうの。僕はもう美味しければ幸せです。安心です。それで取れてるんですか？さすが、さすが。このこれは僕の大学の時の先輩のプロレスラーのネタ。宮迫もあれですか。ギュンなんじゃない。ギュンでしょやり直し。えギュンでしょだからテイク2入ります。厳しいギュン最初もギュンって言ってましたよねテイク3入ります。じゃあもういいか。じゃあやっぱり最後はね修二君にトリオすごいいっぱい。今日のラーメン本当にこれで果たしていいんだろうかそうで怖いんで腹パンなんですけど。これだってもう腹パンのすごいラーメン丼。何人分のラーメン食ったじゃがいも大根4玉美味しかったです。プライベートで何杯ぐらいですか。1杯で間のいや、2、3。死に食う飯行くと肉飯行くと僕はあれですもんね。間玉と普段飯弱くて。普段も食べてる。だからこういう時、こことかに来ないと爆食できないんですよ。いつも米1杯ぐらいしか食えない。1杯半とか。それを大事にする場合には大変です。いやラーメン何よ。 152キロぐらい。152ぐらい。大事だよ。100じゃ120キロ。はい、ぐらいです。で、ここでちゃんと。
あ、高校の時、大学は国体はできなかったんで。高校の時105とか一番重くて90キロぐらいです。そうですね。でも1年に3キロずつぐらい、ちょっとずつ10年かけて。お酒とラーメンでできてます。あんま言うなよ。すごいちゃんと一生懸命栄養考えてとってることにしとけよ。なんで酒とラーメン。いやいや、もう知ってる人は今大爆笑してる。シンジのことを知ってる人はもう手叩いて笑ってるよ。知ってる人とかそんなに見てないかもしれない。あんまそんなこと言うなよお父さんみたいな俺息子。そんなこと言うんじゃない。でも事実です。今のは使っていいですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですかどこをカットするの？酒とラーメン。酒とラーメン。酒とラーメンはバレてるから書いてるし、安くしラーメン。そのうち歌出すけど酒とラーメン聞いてください。酒とラーメン誰も書いてくれない。どんな歌になるんですか？酒とラーメン聞いたことある。後で歌ってもらおう。なんで俺ら美声を響かして。始まったよ。悪いよな、本当にこの二人はさ。俺僕も好きだって。あなたがジェラートの会に言ったんですよ。何を。音痴なのだって、もういろんな人が連絡来てます。音痴なの？始まったよ。そこ深掘りするとこじゃないから。音痴じゃなくない？今はだからシンジが初めて出た回だからシンジ君の話です。初めてじゃない。何回か出てますよね。まあでも外ロケは初めてですね。それがそうですね。ちゃんとした回で1個の回で出るのがもう初めてです。まあそうですね。みんなそんなに出てるの？これわかんないけど。みんな。和樹さんぐらいです。あ、そうなんだ。あと金峰山関がああ焼肉の焼肉の会。あ、そうだってカズマもだって中華屋のとかああそうですね。みんな出てんだ。本当に初めて。だから先輩この味を出すためにどこで学んでどうやってこの味を工夫して出してるラーメン屋とかじゃなくて概念を取っ払っていろんな飲食店の食べていいものをつまむいいものをつまむ01って大変なんですよね、01じゃなくてあるものを1とか2をつまんで10、20にしていく掛け算ですよってな感じですでも魚介系が多いですけどまとまってだって日ごとに変わるじゃないですか。それはやっぱり先を見越して頼んでます。そのとねスタートどのぐらい先までじゃあ考えてますか？っていうかあれよね、物がなければ頼めないからあるかまずねしてそれから考えたりするでこともある。いいものがあるときにはこれ使おうかな、いいものがあったら使う、季節とかじゃあもうずっと考え続けて考えすぎてもストレスですよ。で痛風それで痛風それで痛風出ちゃうんでここに5人いるっていうみんなからのアイデアが欲しいもんね。こういうものを使ったラーメンを食べたいんですってお客様言ってくるからあできるね。いやいやそうだけどアイデアちょうだいって言ってどういうラーメン頭硬いんですよもう。これを軸っていうのはないんですよ。もう本当いろんなものをもういやもう何でも柔軟性を柔軟に大切にでもそれを具現化できるってすごいですね。大変なんですよね。食材を言ってくれたらなんかね降りてくるよね。すごいどっちかがなんかねあーってドリカブみたいなあーってドリカム置いてくる置いてくる。ドリカブ難しいな。やっぱその先ほどもおっしゃったいろんな食材組み合わせて言ってたんですけど、やっぱ合わないものもその失敗談もあるんですか、やっぱり。じゃあないもう頭で想像できたらそのままになる。もうその通りの味にできるってことですね。それ以外になったことないな。よりも思ったよりうまいやん。一
ごいばっかりセンスだもんね。降りてくるからすごい逆にやっぱ想像を超えることはあってもそれを下回ることはないってことね。ああもうそれがもうプロで美味しすよね。くないと思ったらもうやらないし。なるほじゃあ絶対音感にならんの絶対ミカですね。で先輩の中でのその先輩が好きなベスト3ありますか？あ、お店でラーメン自分で作ってて。ウニや。食べたウニのあれも冷たいやつが俺好あきや。冷製が好き。冷製ウニ。あの冷製が好きなんですよ。冷たいのが基本好きや。とステージもめちゃめちゃ好き。あ、めっちゃ美味しかったです。体型のこと考えないならあれ買いにしちゃうと。あれはもうカロリー爆弾やから、あれを毎日食ったら。もうちょっと大きくなれるっすかね。あれを毎日食べたらもうたらもう。でも急激に痩せる可能性もあるしじゃあ、一時的なものを超えたらあまり気づけば痩せてるなみたいな。塩分がね、物っていうよりも塩分の量やもんね。血圧が高くできれば大丈夫だ。いつも美味しいなって感動して帰るんですけど、今日僕あれがぶっ刺さっちゃったんですよ。はい。わがまま言ってよかったなと思いました。あれはいつも出せれるから。あれそうなんですか？それはどうかな。すごい先輩の厳しさをその時の気分次第かもしれない。先輩の厳しさをどうする？ちょっとそこは押し切ります。ど。今日食べた中でどれが一番美味しかったですか？いや僕もなんかかぶっちゃうんですけど、スペイジー刺さりましたね確かに。なんか濃度が多分一番濃かったのかもしれないですね。修二さんは僕もスペイジーですね。スペイジーです。わかりました。スペイジートリオですよ。スペイジーは限定で時々出てくるんですか？あ、出てきます。あれのつけそばの時とかもあります。わかりました。もう直接訴えかける。こういうのが好きな人たちはもうあれが好きですね。健康悪いから最高っすからね。やばいね。やっぱり稽古終わりとかってラーメン食べたくなるもんですか？なりますよ。もうそばなりますよ。しかも汗かいてる時余計に塩分欲する。特にこれから夏になってくるんで、やばいっすだけね。ど大丈夫か？いっぱい塩分取ってもね。その分稽古頑張れると思う。地方場所に行った時とかってラーメン食べに行ったりしますか？地方場所もやっぱり食べには行きますね。でもやっぱり頭のどこかにここのラーメンが出てくるんですよ。東がいい季節だ。冬でも冬でも冷やしはめっちゃ人気。だから冷やしやって冬でも言われた。美味しいもん。年中やってるよ冷やしは。だからもう脳を侵されちゃってるんですよ。だって寒い時にアイスって食わないじゃないですか。寒い時に冷やしのラーメン食いたくなるってことはもう頭を犯されてる。寒い時もアイスは否定されたっす。何よりそのもう限定の数っすよね、本当に。そうですね。もう限定なのかわかんない。確かにもういっぱい何十種類もうなんか置いてるっすよね。だって自分たちでも覚えれないもんね。忘れてるもん。分かってない。で記憶から消えてるやつとかあるしね。俺らがメモしてからそう。だけどみんなお客さんがメモしてくれてるけん言われて、おおみたいなね。まだあるもんね。なんか今までの一覧表みたいなの欲しいっすね。誰か作ってるさ作ってる。そうですね。確かにそうですね。結構力士のお客さんは多いんですか？そうですね。そこで売ってくれます。私も一回下見に来た時に一人いらっしゃってたんで、結構ちょこちょこね。今日はお昼だけですか？いや、次と。ありがとうございます。忙しいです。いや本当唯一の回になるかもしれないです。美ら海が出る唯一のあ、それ以外は出ないってこと？でも本当初めてです。あ、そうなんだ。今日ここでやるから来るって言ってます。あんまり言うと俺が良くないやつ。違うんですよ。それだけここが脳を起こされてるんですよ。脳を犯されたい人はぜひここに。あ、ぜひ。なんかあれですね。いやそのまた違う形のラーメンを楽しみたい方は、もう犯されたい方。あんまり表現が良くない。一応普通のラーメンもありますからね。でも普通も普通じゃないですよ。シンジ君どうでいいですか？
今日もどうもお疲れ様でした。おっちゃしゃそうやな。テキスいきます？あ、じゃあテキス波動くるんで。これテイク2が一番嫌じゃん。ちょっとしてお茶しゃ。ごっちゃしゃって一緒やん。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。失敗したってやつもあります？僕聞こうと思ってたのに。あ、ごめんなさい。じゃあ、はい。いや、シュイさんラーメン好きだ。ラーメン大好きだから。私年間200杯ぐらい食べるんですよ。あ、渡辺さんもラーメン好き。ラーメンめっちゃ好きです。素人に始めたんだ僕。素人も15年やったらプロになりますよね。15年で。ってな感じですね。シュイさん質問ないですか？はい、すごいテイク2感ですね。やっぱその先ほどもおっしゃったいろんな食材組み合わせて言ったんですけど、やっぱ合わないものもその失敗談もあるんですか、やっぱり。じゃあない。もう頭で想像できたらそのままになる。もうその通りの味にできる。そのに